厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日は世界的なチェリスト宮田大さん特集の後編です。前編ではチェリストとしての宮田大さんについてお話しいただきましたが、今回の後編では少しプライベートな質問にもお答えいただいています。そして最後に演奏も披露していただきます。こちらの後編からでも楽しめますが、まだ前編をご覧いただいていない方はこの後ぜひ見てくださいね。それでは最後までお楽しみください。宮田さんは小さい頃はどんなお子さんだったんですか？もう落ち着きのなくて、もう歩き回っちゃう子だったので、うちの両親が鈴木メソッドで子供たちを相手に教えるプロフェッショナルとしてやってるので、例えばこういう落ち着きのない子には何度も練習させるためにはどういう工夫をすればいいのかっていうふうなことを考えると、その子が好きなことをまず感じ取って、で自分はなんか持ってるおもちゃを並べていくのが好きだったらしくて、で1回弾けたらじゃあこのビッグバードの人形をここに置くねとかで1個ずつ並べていって、たくさんこう並んだ姿がなんか好きだったみたいなんですよね。例えば机があったら机の上に椅子を乗せて、今日はステージで演奏会だねとか、芝生の上になんか乗せて外のとこに行って、今日は青空のとこで演奏しようねとかっていう、なんかこういろいろ変えていって、なんか日々こう練習して活かせる訓練をされたっていう感じは、弾く喜びをいつも忘れないようにしてくれてたのかなとは思いますね。草原で弾くっていうイメージ作りにもなんかつながるようにも聞こえますね。やっぱりこうイメージが一番やっぱ音楽家にとって大切なのかなとは思いますね。そこが個性になってくるっていうか、人それぞれ全然違うイメージを持って音楽をね演奏すると思うんで。今は周りの人から宮田さんってどんな人って言われることが多いですか？どうなんでしょうね。のほほんとしてるねとか言われたりチェロっぽいよねって言われたり、チェロっぽい、こうやっぱり朗々としてっていうか、なんかこうどっしんとしてて、なんかこう落ち着いてるっていうか、なんかちっちゃい子とね、反対の落ち着きのない子がこう落ち着いて、なんかこうのほほんとしてるような感じの人っていうのは思われてますかね。今日はせっかくマネージャーさんもいらっしゃるので、マネージャーさんにも聞いてみたいですけど宮田さんのことはどんな方だといつも見てらっしゃいますか？宮田さん、そうですね、音楽に対する考え方っていうのは本当に想像力が半端なく持ってらっしゃる方で、落ち着いてるか落ち着いてないかというと、心配性はすごい心配性なので、もう最悪のことを想定してその気持ちを持って会場とかにも入られるので、想定してる最低なことっていうのはほとんど起きないので、それで安心をされて本番だったりリハーサルに挑まれたりとか、だから申し訳ないのが、7時からのコンサートで3時からリハーサルなんだけど、大体12時とか1時から何か起きたらっていうことを考えて、あとは自分のペースをそこで作られるっていうのがすごくあるので、そういうのを感心してる部分ですね。我々もそうでないといけないなと思いながら。あと私が事前にお伺いしたところによると、すごく気遣いの方って全然聞いてるんですけれども、なんか多分人に嫌われたくないっていうところからね、多分そういう風になってるかもしれないですけど、多分でもね、自分がされたくないことってね、自分もしたくないし、そうだからね、本番の日っていうのはすごく感情豊かにいすぎてしまって、結構救急車とか消防車とかの音聞くだけで一気にドーンと気持ちが下がっちゃうんですよ。っていうのも、何か事件があるのかなとか不安になってきちゃうんですよね。で必死にこうなんか違う音楽聴いたりとか、面白いバラエティ番組見たりとかしながらその現場に入ってこう維持するんですけど、やっぱりそれぐらいなんかやっぱりいつも五感っていうか吸収しながら歩いたりとかしてるんだなっていうのは自分で感じますけど、だから心配性なのもあるかもしれないけど、 100% 行くためには、ね、自分の中がこう満たされてないとダメだなと思うんですよね。だからちょっとでもこう不安要素があると、なかなかこう120いけないっていうのがありますね。自分で言うとなんか昔からやっぱ八方美人だなとは思いますね。そうなんですね。で八方美人だけど、それを30手前ぐらいでやめるようになって、少しずつなんか自分の感じたこととかがこう言葉で言えるようにはなってきたっていうのはありますけどね。ちゃんと言葉でもちゃんと伝えられるスキルも持ちながら、自分の楽器の声としても出してっていう風な、もう今は二刀流で。そう
さっき八方美人とおっしゃいましたけど、心許せる友達っていうと、宮田さんの周りにどんな方がいらっしゃるんですか？そうですね、もう本当に異職業の友達もたくさんいて、またもちろん弦楽器やってたり音楽家の友達もたくさんいますけど、共通して言えるのがお互いの仕事の話を接してなくて、なんかもうたわいもない話をしていて、後々なんか音楽にすごくなんか返ってくることがあって、例えばその2009年の時にロストロポーヴィッチのコンクールを受けた時に、友達がちょうどパリでパティシエをやっていて、でそのパティシエが作ったオペラっていうチョコレートケーキがあるんですよ、濃厚な。でそのチョコレートケーキって本当チョコレートなんで、ガツンとくるっていうイメージがあったんですね。だけどそのチョコレートケーキがすごく押し付けがましくない味だったんですよ。私のケーキ食べてとか、私の味を感じてとか、そういう風なチョコレートケーキの味じゃなくて、すごくスーッと浸透していくような、自分のなんか感じとオペラのそのケーキがなんか対話できてるような感じがすごくして、そういった時になんかこう押し付けがましくない演奏をしたいなって思ったんですよね。相手に入る隙間がない演奏ってやっぱりどうしても疲れちゃうんですよね。なんだろう、私の演奏を聴いてっていう風な、もちろん大きな柱みたいなのは持つようにしてて、その柱を毎日こう練習とか、あとは本番の経験でだんだんその柱が太くなってきて、その周りにあるなんかこうキラキラしたようなものっていうのはあまりこうお客さんに押し付けがましくなく伝えて、でそのキラキラなのがどういう風な色合いなのか、どういう風な食感なのかとか、どういう香りがするのかとか、そういう五感をなんか感じて取ってもらえるような雰囲気かなって思いますね。宮田さん、オフの日はどんな風に過ごしていらっしゃるんですか？そうですね、本当に例えば次の曲まで少し時間があるとか、コンサートまでにちょっと時間があるっていうタイミングの時はもう一切楽器を弾かないようにして、仕事という風な言い方はしたくないですけど、いつもこう楽器を弾けてしまうような状態にいるので、頭が冴えてる状態になっちゃうので、一回こうスイッチを切るためにもう0か100かでもう弾かないってして、でもう旅行に行ってしまう。楽器を置いて旅行に行ったりとかすると、旅行先でもやっぱりいろいろ五感を感じながらいるのかなって後々思うんですけど、楽器を持ってないことによってすぐにこう楽器と向き合わなくて済む時間がやっぱり強制的にそれをすることが、休みの一つなのかなと思いますね。音楽以外で好きなこと、ハマってらっしゃることってあるんですか？そうですね、スキューバダイビングは私好きなので、よく自分たちで作ってる杉並潜水部っていうのがあるんですけど、その杉並のメンバーで一緒にこうダイビングしに行ったりとかして、でダイビングもやっぱり音楽とつながってしまってるんですけど、なんかこう一期一会の世界で同じ現場に潜りに行っても、やっぱり光のこうカーテンの具合とかも全然違ってて、いる動植物も全然日によっては違うので、だからそういったところを感じることもできるし、歌の方とか管楽器の方とかって常に呼吸をしていないと演奏できないじゃないですか。弦楽器とかピアノの楽器っていうのは息をしないでも演奏できてしまうので、息をすることを忘れてしまうんですよね。だけどやっぱりすごく息を呼吸するってすごく大切なことなので、やっぱりこれは吐いてる時にする音楽なのか、息を吸ってる時の音楽なのか、やっぱり肺がどのぐらい満ち溢れてて、こうで後でフーってどのぐらい息を出せるかによってフレーズの長さとかも変わってきたり、やっぱりね、歌の方とかもすると思うんですよね。ダイビングしてると自分の呼吸がすごく意識されるというか、やっぱりちょっとこう水深がなんかこう定まってないとかするとドキドキしてて、いっぱい息吸っちゃってるんだなとか思うし、だからそういういつもと違う自分の感覚に行けるのが楽しくて、スキューバダイビングもして大好きですね。私、宮田さんの演奏を生で聞いてすごい呼吸感を感じたんですよね。そうですか、嬉しい。それは、その中でもセクシーさも感じましたし、35でしかできないセクシーさからダンディーなねセクシーさもね、かっこいいですけどね。なるほど。いやでも本当に艶っぽい輝きもあって、かつその今のライブ感というか、生であるっていう感じがすごくあって、唯一無二の響きだなと思いました。嬉しいです。そう言っていただけて、
なんかね、やっぱりよくコンチェルトとかピアノの方と一緒にやっぱり演奏させていただくことが結構多いんですけど、やっぱりコンチェルトだと真後ろに皆さんいらっしゃるから、やっぱ呼吸すると体の形も変わるし、ふーってやっぱり上がってやっぱり下がる時もあるし、ピアノの方にもその背中で伝えないといけないことも多いので、で息吸ったらこういう音楽になっていくし、で振ったらそういうふうな音楽になるから、なんかやっぱり呼吸っていうのもやっぱり音楽の始まりでもあり、音楽の途中でもあり、音楽の最後どういうふうに終わるかっていう、全部呼吸で変わってくるのかなと思いますね。宮田さんが人生の中で幸せを感じる瞬間っていうとどんなことが思い浮かびますか？思い出として残っている幸せっていうのは、ロストロポビッチのコンクール2009年の時に母が見に来てたんですけど、パリまで来てて、で父はちょっとね仕事があって来れなかったんですけど、でうちの両親ってもういつも一番後ろの席で座って聞いてるんですよ。で前の方で全然聞かなくて、後ろの方に隠れていつも聞いてたりしてて、でそのロストロポビッチのコンクールの時のガラコンサートというか受賞者コンサートっていうのはこちらがどの席って選べなくて、でいざ座ってみたら目の前の一番前から4列目ぐらいの席に母が座ってて、一番目に入りますよね。そうもうすんごい気まずいって言いながら母はこう見てたらしいですけど、でもなんかその時に親孝行ができたっていうか、なんか ありがとうっていう気持ちでなんか演奏できたかなとは思いますね。その時の幸せっていうか、それはイメージに残っているなって思いますし、身近な幸せだとやっぱり音楽をみんなで対話したりとかしてて、もう十何年一緒にやってるピアニストのジュリアン・ジェルネっていうピアニストの相棒がいるんですけど、今コロナ禍でなかなかね2年近く会えてないですけども、またね今年からまたリサイタルがスタートできればなとは思ってますけども、そのジュリアンとリハーサルしてる時にいつも向き合ってリハーサルするんですけど、やっぱりそのお互いの表情とかで、あまり言葉でここはミステリアスな感じでここは小さく弾いてとかっていう言葉であまりリハーサルをしてなくて、っていうのもやっぱりその時その時にどういうふうに音楽が変わるかってことをお互い敏感に感じ取って演奏リハーサルしてるんですよ。なので自分がこうやってなんかいつもと違うニュアンスで弾いた時にジュリアンがニコってしたりとかする瞬間があって、それってなんか伝わってんだなとか思うとすごく幸せっていうか、すごいパートナーシップですね。そうですね。なんか音楽で対話できてるっていうのが本番はやっぱり後ろにいるんで、どうしてもそれが音楽でしか感じることができなくて、それもすごく幸せなことなんですけど、もうそれをちゃんと目で見えるっていうのがまずはなんか信頼関係の構築にもなってるのかなと思いますね。対話っていう言葉も何度か出てきてますけど、宮田さんがお客さんと対話できてるなと思う瞬間って何ですか？例えばめちゃくちゃ小さな音とか、あとは休符音を出してない時っていうのがお客さんのこう静けさっていうか、その小さな音とか音が鳴ってない瞬間も味わいたいって思ってる瞬間を感じた時がなんか対話できてるなっていうか、音楽を共有できてるなと思うんですよね。それどうしてですか？なんかこっちがこうエモーショナルになんかこう演奏してて、こういう感じでっていう風に演奏してる時ってお客さんもすごくやっぱり体揺らしながら聴いてるんですけど、それってすごく当たり前な瞬間、なんか音楽を一緒に共有できてるから、それは自分にとってはすごく自然なことなんですけど、このやっぱり静かなとことか音楽を音を出してない瞬間っていうのは、集中力が切れてる人だとどうしてもやっぱりとかなんかガサガサとか、あとはちょっと眠ってしまったりとか、もちろんそういうのも一つの音楽の世界なんでご自由にしていただいて全然大丈夫なんですけど、で眠ることもねすごく心地がいいから眠ってくださることもあると思うんですけど、そういう小さな音までなんか聞き逃さないっていうこのオーラが伝わって、お客さんから伝わってくると、なんかちゃんと音楽が共有できて対話できてるなっていうのは感じますね。人間国宝になられた桐竹勘十郎さんという方がいらっしゃってて、で文楽の人形をこう操られる方ですごく大変素晴らしい方なんですけど、前泉敏郎さんが作曲した文楽という作品を私が無伴奏で演奏している時にコラボレーションをさせていただいたことがあって、何度かそれをさせていただくと休符が前泉敏郎さん書いてあって、休みって書いてあって、自分が小学校の頃はそれは休むって習うんですよ。休符は休む、だから音を出さないって習う
ってたんですけど、桐竹勘十郎さんと一緒に共演したことによってやっぱり人形って動いてないって思っててもちょっと手は震えていたりとかなんかこうあるんですよね。でその瞬間が私が休符で休んでる時にこれは休符も音楽の一つとして桐竹さんに音楽を提供しないとダメだと思って思った時になんか休符も音楽の一つになった瞬間だったんですよね。それに気づいてすごくいい勉強というかいい発見をさせていただいた瞬間でしたね。だから音楽もやっぱりそれにねやっぱりこの休符っていうものもお客さんのこう息を飲ませるような音楽の休符なのか、誰かが死に絶えた休符なのかでもね全然イメージストーリー作るだけでもねなんか違ってくるから、作曲家じゃないから気づくのが遅かったのかもしれないですけど、やっぱり作曲家の方だったらね休符書くっていうのも一つの音楽としてやっぱり書かれてらっしゃるのかなとは思いますね。今作曲家っていう話も出たのでお伺いしたんですけど、宮田さんはチェリストになる以外の職業選択って何かありますか？小学校高学年まではずっとパイロットになりたくて、で飛行機が大好きだったのでおばあちゃんおじいちゃん家が香川県の方だったので、私は香川県高松市の方で生まれたので青春時代を過ごしたのは宇都宮、栃木県の宇都宮なんですけど、その時にいろいろと飛行機で行き来してた時にやっぱりパイロットかっこよく見えたんですよね。シュッとした感じで、スーツケースパッと持ってでやっぱり一人っ子だったんでずっと自分のこの手が飛行機になってて、でこうガードレールとかシューとかって遊んでたりとかしてて、でそういったところもなんか覚えてるとパイロットっていうのがずっと憧れではあったのかなとは思いましたけど、でそれから中学校の頃に職場体験っていうプログラムがあって、自分は動物病院を選んで動物病院で1週間体験で働かせていただけるっていうのが中学時代あった時には海洋生物学者に自分なりたいって思ってでっていうのもすごく水族館が大好きだったので、水族館で働きたいとか、海洋生物学者になりたいとかっていうイメージはあったけれども、高校から、東邦学園の方の高校の音楽科の方に行くことになって、それからやっぱりチェロというものがやっぱり自分の分身だなっていうようなことをより一層感じることがあって、今はチェリストっていう感じですね。この動画を見て宮田さんの演奏を聴きたいなって思われた方多分多いと思うので、ぜひ今後のコンサートの予定なんかも教えていただけたら嬉しいです。2月の25日に東京オペラシティで、ピアソラという CD を発売したその CD の収録曲を生で聴いていただける機会としてリサイタルがございます。また26日には、大阪のザ・シンフォニーホールでもありますので、ぜひそちらも聴いていただきたいなと思いますし、またいろんなコラボレーションね、まだギターの大萩康さんとトラベログという CD を、引っ提げて、ツアーまだ回っていますので、そういったところもぜひね聴いていただいて、チェロの魅力いろんな世代の方々に伝えられたなと思いますね。宮田さん本当に幅広くレパートリーをお持ちだと思うんですけれども、特に2022年挑戦したいというか、深めたいものとかありますか？2021年は実はチェロ協奏曲の初演を3曲させていただいて、自分の中ですごくなんでしょう、挑戦の年でもあったんですけど、小高敦忠さんのチェロ協奏曲初演して、でゴリゴフのチェロ協奏、これは日本初演なんですけども、あとは菅野祐吾さんのチェロ協奏曲を初演したりとかっていうこともあったので、今年もね吉松隆さんという作曲家の、チェロ協奏曲もこれも2月に演奏会がございますので、これもレアな作品なのですごくいい曲なので、そういったチェロの王道と言われる、ドボルザークとかね、そういう曲だらけじゃなくて、また違った新しいチェロの魅力と宮田の音を聴いていただけたら嬉しいなと思いますね。いつもやってよかったなっていうこともありますし、お客さんもすごく満足して帰ってくださることが多いので、そういった意味ではね、チェロの既存の曲も含めながら新しい曲も増やしていけたらなと思いますね。最後に宮田さんにとって音楽とは何かと聞かれたら、音楽とは何かね、いろいろといっぱいありますけど、やっぱり自分自身ですかね。なんか音楽は好きな時と
音楽が嫌な時もあったりして、なんか音楽から離れたいとか、もう音を聞きたくないっていう時もあれば、音を聞きたくてしょうがないっていう時があるんで、それもそれで自分のなんか人生だなって思うから、なんか音楽はなんか自分そのものかなって思いますね。ありがとうございます。
かがでしたでしょうか。概要欄にはチャプターも用意していますので、ぜひ宮田さんの演奏をもう一度戻って聴いてみてください。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに、宮田さんのような今最前線で活躍するプロの音楽家たちとの対談や、クラシック音楽の作曲家や歴史などの解説、その他にも様々な入り口を通してクラシック音楽を楽しんでいただけるような動画を配信しています。クラシック音楽に興味があるという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画で。ブラビー。